ンドゾーン2。新たに開拓を始めたマリサーヒルズで干ばつが発生し色々やらかしてしまった我らが白霊号。食料は枯渇し上で40名以上がお亡くなり、窮地は脱したがまだ油断できない。復興作業始めっぞー。ただいまマリサーヒルズは食料なんで大ピンチ。食料を分けてくれー。うちもないから気合で頑張れ。おっと研究忘れてた。適当に仕立て屋のアップグレードで。食料増えるのにしようぜ。そんな都合の良いものはない。厳しい。新たなゾーンが見つかりました。白霊号北方面の橋の探索も順調。木が生えてないけど沼地と鉛鉱石があるみたい。水があって広さは中ぐらいか。今入植する必要はなさそうだな。てかマリサーヒルズだけで手いっぱいだし。だな。新たなゾーンが見つかりました。すぐ近くにあったのね。川を挟んで3セクターずつっぽいから、これが最後のセクターかもしれんな。水もあって結構広い。これはいいかも。資源はスクラップなしの銅鉱石と沼地か。どっちも必要かと聞かれると今はいらんな。銅が必要になったらここを開拓するのはありかもね。水もあって広いし、開拓はしやすそうだな。白霊号では漁が再開され食料の供給が安定し、在庫が450まで復活したのでマリサのところにお裾分け。ありがてー。うち食料水ともにゼロなんだ。ガリッガリヒルズ。先行してワクチンとマスクも送っといたよ。助かるー。ただじゃないよ一つ貸しだよ。うちの霊夢さんは無償の奉仕などしない。そんなヒルズに秘宝、村人脱走。ただでさえ20人しかいなかった住民が15人になっちまった。ありゃりゃこれじゃ基本インフラも維持できないよ。糸かなし。次は鉄精錬所の研究をしたかったんだけどマリサのところで鉄が掘れず材料不足。仕方ないので適当に浴場の研究を進めましょ。うちの住民がご迷惑をおかけしてすみません。ただいま白霊号は3分の1くらいが子供という超平均年齢若い状態。信頼度がえらく低く 19%。トリマ信頼を回復しつつ子供が大人になるのを待つのがいいかな。食料の備蓄不足と積み上がった遺体で信頼を失ってるようだな。入植地情報はこんな感じ。全体的に低い。まあまだ開村13日目だしね。低くて嬉しいのは放射能汚染くらいか。遠征はこんな感じでかなり進んでるよ。あと数日でマップ制覇できそうだな。廃品回収もしっかりやって全部の資源を回収したら今後の資源足りなくなるかも。ゴミボーナス終了は近い。さあ白霊号から食料とレンガが届いたぞ。住民統合で労働者が足りねえ。小屋を建てるぞ。働ける人が増えれば村の運営も楽になるかな。あ、そうだ貸しを返してもらおう。うちに積み上がってる遺体の処理をお願いね。ちょなんてもんを送りつけようとしてんだよ。葬儀屋さんフル稼働でもなかなか減らないんだよ。じゃあおまけで赤ちゃんも送ってあげるよ。いや人手は欲しいけど大人だ。お前倫理観ぶっ壊れすぎだぞ。週末世界ではよくあることよ。こらこら。さて拾ったゴムの在庫が70もあるし、仕立て屋さんでゴム手袋作ろっと。へえ、モード変更でゴム手も作れるのな。防護服の種類が多い方が防護力が上がるみたいだな。だが彼女は気づいていない。後でゴムが足りなくて困ることに。現状生産できないしな。そうなの？ああ下流処理場を研究するには、天然ラテックスを栽培しないとダメなのか。そういや鉄鉱石はまだ掘れてないのか？マリサあんた、人割り当てるの忘れてるよ。道理で鉄鉱石が増えねえわけだ。もう、これを鉄に加工して鉄製の工具を作らないと、他の研究やアップグレードできないんだからちゃんとやってよ。すまん。おら資材いっぱい持ってきたどう？うわ遺体と赤棒積んだやべえやつが来たぞ。あ、それうちの知り合いです。遺体は丁重に葬ってやってください。あ、資材持ってきすぎちゃった。近くの粘土採掘場に保管しとくね。使うとき取り出すからそれで頼むぜ。そうだ遺体も遠征ポイントに放置できるのでは？うちの霊夢さんは色々と倫理観がやばい。試しに一体運ぼう。すっかり倉庫となってる粘土採掘場に到着。遺体遺棄の現行犯を確認。遺体があると入植地の疫病発生率が上がるらしいけどこの場合はどう判断されるんだろ？もしやお前ここに亡骸を積んでタワーを建てる気じゃ。そこまで倫理観ぶっ飛んでないよ。最後の良心。鉄鉱石10個がなかなかたまらず、仕方なく要素採掘場を研究。要素って何に使うんだ？知らん。おい。バギーで探索をしてたら原子力発電所を発見。今までに見たことない立派な建物だな。てか煙突壊れてるしこれ臨界事故起こしてるのでは？おい放射能汚染とか平気なのか？これは要調査。で中に入ってみたもののバッテリーがなくて先に進めず。バッテリー持って出直しだな。まあ廃品回収のついででいつかやりましょ。
彼女は気づかなかった。ここがこの世界でかなり重要な施設だったことに。マジで？お次は原子炉の隣にあった砂採掘場。これはスクラップ粘土に続く無限に砂が湧いてくる施設と見た。攻略して砂をゲットだ。見ての通り超めんどくさい。街づくりゲーかと思ったら迷路探索が始まる。これがエンドゾーン2だ。板がないので出直し。重要施設はこういうの多いな。次の探索では植物を調べるも何も得られず。もしかしたら全ての種をコンプリートしたのかもしれん。まだ農場一つできてないけど。それはお前が鉄製の工具ケチってるからだろ。マリサがさっさと工具作らないのが悪い。人のせいにすんな。ヒルズの民の大人が23人に復活。これで労働者の割り当てが楽になるぜ。数日前に生まれた子が鉱山に送り込まれる瞬間を見た。児童労働ではありません。彼らは大人です。ああ車両工場の研究したいのにゴムが足りない。さっき自分でゴム手袋にしてたじゃねえか。仕方ない。適当に改良型炭窯を研究しよっと。まあ研究しても鉄製の工具ないからアップグレはできん。はい、ゴム手袋は今日をもって生産禁止でーす。研究に使うくらいのゴムならどっかの廃墟に落ちてるかな？残りの廃墟も少なくなってきたけどまあなるようになるっしょ。だな。でゴム拾えたんだけど今度は鉄製の工具が足りん。無駄に炭窯の研究で使わなきゃよかったな。車作りたかった。まあしゃあなし。ヒルズの住民も少しずつ増えてきたね。まだまだ人手不足だ。家を建てるぞ。これで南の方は土地埋まったね。北の方はまだ空きがある。こっちにも建てるぞ。摩天楼立ち並ぶ町にするとか言ってたのに、労働者の家だけでもういっぱいに。都会ってのは土地不足なんだよ。子供だらけだった白麗号も少しずつ大人が増えてきたので工具工場を建てまし。前回工具切れで食糧難になったから、慎重に村のインフラを整えております。もちろん漁場も追加で建設、一応実績解除のため先民都市目指してますので、食料調達メインが魚か、水辺が必要な上工具使わないといけないのネックだな。スクラップも無限に湧く工場あるけど限度があるし、こりゃなんかいい方法を見つけないとダメだね。で探索はこんな感じになりそうろ。ゲームスタート14日目、世界の全容がほぼ把握できたぜ。さてお次の研究は住宅と、研究がものすごい勢いで進んでるけど、大体のものは材料が足りなくて作れねえ。はよ鉄作れ。すんません。すべてはマリサが不甲斐ないのがいけないんだ。もう我慢ならん新たな村を開村するぞー。そんなでは私がマリサーヒルズ横の広いセクターを受け持ちましょう。ここは資源こそ沼地と要素で使いにくいけど、水は豊富だし発展させやすいはず。任せたぞ。ライバル出現だ。初期資源はたんまりやろう。援助は惜しまん。業務よ存分にその手腕を発揮するのだ。お任せあれ。遺体もついでに送ってやれよ。失敬な、さすがにもう処理済みだよ。へへ。で砂の採掘場の復旧のリベンジ。このコンベアベルトの位置動かせたのか。ほぼカットされてますがここの探索めちゃ時間かかっております。どうやらこのサイロが目的地な模様。地味にどこから登ればいいかわからない複雑な構造。ふむこのパイプをガスバーナーで修理っと。あとはサイロを開いて砂落として、下の沼地を乾燥させればこの採掘場が使えるようになるぜ。もう、街づくりに集中したいからこういうのは勘弁してよ。まああとちょっとで探索ポイントもコンプリートだし頑張れ。では最後のサイロ開放、採掘場、復活だー。これで砂が取り放題だー。なお、砂を加工する施設の建設予定はまだない。畜生。多分ガラスで使うのかな？車や家を作るのにいつか必要になりそうだね。だな。そして探索が終わった頃ヨウムの民たちがセクターに到着。それでは入植を開始する。うちも多少は余裕できたけどなるべく自力で頑張ってくれよ。ここを我らの村の中心地とする、隣のヘッポコヒルズに負けぬ都市を作るぞ。おい。白麗号の発展のために大都市となっておくれ。町のアイコンは私のシンボルである魂っぽいもの、カラーは薄紫とします。町の名称は用務員です。用務員。まあ白麗号発展のための雑務処理する予定ですし。これは頼もしい。ちなみにただいまの白麗号はこんな感じ。ここから1000人都市目指すのか、厳しい道のりになりそうだな。私も負けてられないな、石炭窯を建設だぜ。いつの間にか大人も37人に倍増してるし、生産力も結構高くなってきたかな？鉄採掘場も6人入れてやっと鉄鉱石11個手に入れたぞ。これで鉄の精錬も研究できるようになるぜ。鉄ができれば鉄製の工具も作れるし、各種アップグレードにやっと着手できるね。長い道のりだった。
では食料等の生産が安定し鉄の目処がついたところで、ヨウムが新しい町の建設予定を出しながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。資材が足りないのにめちゃ建設予定を鬼発注するヨウム。果たして彼女の町開発は順調に進むのか？それとも微妙な感じの町が増えるだけなのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。